こんにちは、かなです。今日はオノマトペの続き。今日やるのは、物を動かした時に出る音と、物の様子、性質についてやります。一つ目。どさ。これは、たくさんのものを置くときに、どさという表現をします。例えば、たくさんのものを置くときに、どさという表現をします。その他には、どか。これは、たくさんのものではなくて大きなものを置くときにドカと表現をします。ドカと同じ状況で使うドスンというのもあります。大体同じ状況の時に使います。大きなものを置くときに使います。人が転んだ時もドスンという表現をします。人はペンよりは重いですよね。なので重たいものが何かにぶつかった時の音がドスンになります。こっちで表現した大きなものとかたくさんのものではなくて反対の表現、スとかリに見えちゃうな。そ、すとかそ。例えばこういう小さなものをすっと置くとかそっと置くと表現します。静かに置くことを表しています。では次は物が転がる音。転がる音。コロコロ。コロコロは、なんかね、例えばこういうペン。大きさとか重さがない。小さいものが転がる様子をコロコロと言います。今、私の手の上でコロコロ転がっています。これをコロコロと言います。もう少し大きくなると、コロンコロンという表現があります。コロコロよりも大きいものが転がるとコロンコロンという表現をします。もっと大きくなるとゴロゴロと言います。大きなものが転がっている様子とか、人が横になってリラックスをしている時もゴロゴロという表現を使います。コロゴロコロコロ転がっているものが止まった時はピタッと表現します。コロコロコロピタッと急に止まる感じ。例えば私がこう動いていて止まるとピタッと止まったと言います。では次はカメラのシャッターを押す時の音。次はカメラのシャッターを押した時の音。
シャッターを押した時に出る音をカシャとかパチで表現します。では次に地震。グラグラ。グラグラは少し建物が揺れるぐらいの揺れ。小さな揺れのことをグラグラ。地震が来た時にグラッとしたとかグラグラっと動いたよという使い方をします。もう少し揺れが大きくなるとゆさゆさ。これは揺れの大きさがゆっくりと横に動く感じ。そしてもう一つ、ゆらゆら。これは本当に大きな揺れの時にゆらゆらと表現します。立ってられるか立っていられないかぐらいの大きさの揺れをゆらゆらと言います。じゃあ次は物の様子いきます。柔らかいもの。ふかふか。ふかふかは毛布とかタオルなどの薄いものが柔らかいとふかふかと言います。あと大きなものが柔らかいとふわふわと表現します。例えばクッションとか枕、寝る時の枕なども柔らかければふわふわだねと表現します。ふかふかとかふわふわは比較的軽いもの。重たいものはずっしりと表現します。中にギュッと詰まってて硬い感じのものをずっしりと表現します。次は物がたくさんある様子。どっさり。どっさりは例えば隣のおばさんから野菜をどっさりもらったよというと、野菜をたくさんもらったんだよという表現になります。その他にはたっぷりという表現もあります。たっぷりは入れ物があってそこにたくさん入っている様子をたっぷり。こっちは入れ物がありません。こっちは入れ物の中にたっぷり。入れ物に入っている様子を表すときはぎゅうぎゅうというのもあります。もう入りきらないぐらい詰めた状態、押し込んだ状態をぎゅうぎゅうと表現します。日本の通勤電車はいつもこの感じ、ぎゅうぎゅうです。その他にはパンパンという表現もあります。パンパンは物に入れ物に物が入って破裂しそうなぐらいいっぱい入っている状態をパンパンと言います。では次、髪を切る時のハサミの音。
チョキチョキ。これは髪を小さく切った時の音。チョキチョキ。小さく小さく小さく切った時のチョキチョキという表現します。その他にはジョキジョキ。ジョキジョキは大きく髪を切った時。ジョキ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 。ジョキ。この音はジョキジョキの音です。その他にはバッサリ。バッサリは髪を切り落とした状態をバッサリと言います。今日は物が出す音についてやりました。次回は人が出す音についてやります。お楽しみに。またね。